こんにちは。仕事に役立つ文房具の未成店の仕事道具店の店長店です。今日はメモ帳とペンを一緒に持ち運べるネックストラップを見つけたので、ちょっと工作していきます。私は以前から日々のちょいタスクを大号のスグログや小さいメモ帳に書き込んで持ち歩いています。このミニメモ帳はいつもね持ち歩いてるんですけども、ポケットのない服を着ているとね結構なくしがちだったり、あとバッグの中に入れちゃうと出すのが億劫になったりするので、そのことを首から下げたいなと思って、そしたらねちょうど良さそうなネックストラップがあったので、首から下げられるように工作してみようと思います。ミニメモ帳は第5のスグログ2冊目なんですが、中がドット方眼で小さい文字でも読みやすくて、しおりがついた付属のミニ鉛筆も便利。1冊目の時はね邪魔だなと思って外してたんですけど、2冊目の今は結構使ってます。このトゥードゥメモに関しては過去動画でもね何本か投稿しているので、ぜひねそちらをチェックしてみてください。嫌なことやめんどくさいことを後回しにしがちで、頭の中がねいつかやらなきゃいけないタスクで結構いっぱいいっぱいになっていたんですけど、朝起きてすぐまたは寝る前にトゥードゥを書き出すと、書き出したからにはと思ってね、いつもより頑張ってタスクに取り組めたりとか、あと単純な作業している時に気になる調べ物を思い出しちゃったり、忘れていたタスクを思い出した時に一旦ねこのメモ帳に書いて、目の前のタスクをまずは集中して終わらせるようにしてからミスが減ったりと、なかなかねすごく私を助けてくれているメモ帳です。似たようなことでね悩んでる方はぜひ過去動画チェックしてみてください。ではネックストラップから紹介していこうと思います。レイメイフジーのタイニストネックストラップ2320円です。ビジネスシーンでも使いやすい落ち着いた3色展開。ちょっと高いなと思いますよね。理由はところどころに牛革がね使われていて、耐久性に優れていたり水に強かったりと品質にね現れています。店の仕事道具店検定1級のあなたはお気づきかもしれません。去年の末に旅行の時のメモ帳をスマホホルダーに取り付けたくて工作した時に使ったカラビナとね同じシリーズのネックストラップです。このカラビナもスマホ以外にバッグにね取り付けられたりと、なかなかね便利で良かったんですが、ボールペンを一緒に持ち運ぶことができなくて少し不便だったので、今回はその改良版となります。ネタバレになりますが、今回のネックストラップ大当たりだったので、当店でも取り扱いをねスタートしました。ではストラップの詳細を紹介していきます。この双眼鏡みたいなね形した牛革のパーツで首にかけた時の長さを調整できます。そしてパスケースや名札など取り付けられる金属パーツもついています。今回はここにメモ帳をぶら下げてみようかなと思っています。さらに今回一押しポイントはこちら、同じく牛革でできたホックパーツがついています。中にスナップボタンが仕込まれていて、細い紐などを通してぶら下げておくことができるようになっています。例えばマスク。今はね花粉の時期でマスクしている方も多いのかな。私はここ最近くしゃみのしすぎでね腹筋が筋肉痛になるぐらいちょっと今反応してます。でマスク以外にはヘアゴム、作業する時とか食事する時とかにさっと使えてとても便利ですよ。仕事のシーンとかだと輪ゴムとかでもね便利そうですよね。今回はホックパーツにペンを引っ掛ける感じでメモ帳とペンを一緒に持ち運べるようにしていこうと思います。前回のねカラビナの工作に比べたら、ただメモ帳に穴を開けるだけとねめっちゃ簡単です。では早速トゥードゥを書いているメモ帳の方に穴を開けていきます。本当は背拍子の部分に開けられたらよかったんですけども、鉛筆を入れるためのね固めの芯がすでに入っていて、キリとかがないと開かなそうだったので、諦めてね裏拍子に開けることにします。穴を開けた後に穴が広がったりとか破れちゃったりするのを防ぐために一旦透明のテープを貼ります。この穴の補強に関してはハトメパンチっていう金属のパーツをくっつける方法も検討したんですけども、高かったのでねやめました。もしかしたら今時100均でもね手に入るのかもしれないなと後から思ったので、もしねご存知の方いたら教えてください。あるとしたら手芸コーナーか工具コーナーかなと思います。でねテープにシワが入ってしまって貼り直そうと思ったんですが、
急いでね、元に戻してシワを指のパワーで伸ばすことにしました。子供の頃は手先が器用っていうか、なんかこだわりが強くて、こういう作業とかかなり慎重にやっていたんですが、集団生活するうちにね、このこだわりが輪を乱すなと思ったり、自分でもこだわるのに疲れて、なんかこだわらないようにするっていうのを心がけていたら、すっかり不器用かつ雑っていう状態になってしまいました。でもね、会社も辞めて集団生活もなくなったから、そろそろ器用に戻りたいんですけど、でもどうしても雑になっちゃうのが最近の悩み。後からね、手先の器用さを手に入れた人がいたら、ぜひね、そのコツ知りたいので教えてください。話をね、工作に戻しまして、線に近い部分に穴開けパンチで穴を開けていきます。動画で気づきましたが、私ちょっとすごい持ち方してますね。何はともあれ、穴開けは無事成功しました。ネックストラップのね、パーツが取り付けられるかちょっと確認しておきましょう。いいですね。奇跡的にちょうどいい感じです。で、穴の強度を測るために念のためジャンプしたり走ったりしてテストしておきました。穴も OK。重さもね、そんな感じないし、順調ですね。次は一緒に持ち運ぶペンを試していきます。ホックの部分はマスクの紐など細いものはね、通してスナップボタンを止めることができるんですけど、ボールペンだとね、太さがありすぎて閉まりません。ということで、中に通すのを諦めて外から引っ掛ける使い方にしようと思います。こんな感じですね。で、まず試しているのはユニボール 1P0.38mm。今までもね、持ち歩きによく使っているボールペンです。フックがクリップ式なので簡単にね取り付けられますが、少し浮いてるのでちょっと落ちないかね心配。取り付けた状態で振ってみたり歩いてみたり小走りしてみました。意外とね落ちないし本体も軽いので首に違和感もありません。ただね、逆にクリップが強かったので片手でペンを取り出す戻すっていうのがねちょっと難しいかなという感じ。片手でクリップを開きつつ、もう片手でホックパーツを支える必要がありそうです。では次はビジネスシーンに使いたい少しリッチなロディアのスクリプトボールペン2750円を試してみます。フックの部分が硬いので両手を使うしね、結構力も必要です。外すときは力はいるんですけど、片手でスッと上にね外せそうでした。つけた感じはこんな感じ。デザインはねすごいいいんですよ。落ち着いたねシルバーの六角柱のデザインです。パッと見でもね、いいボールペン使ってるなーってね、わかるような、そんな感じになってます。ただね、やっぱりフックが硬いです。どっちかというと、ホックパーツの方が傷みそうなので、ちょっとね、微妙かも。小走りした時もメモ帳とボールペンがバチバチ当たって、少しね、邪魔かもと感じました。次は当店の大人気ボールペン、私の本命ニトムズのスタロジー4ファンクションズペン1320円。フックの先端が細くなっていて、スルッとね片手でセットできました。いいですね。ただ外す時がちょっと問題で、多機能ボールペンなのでフックの部分はねシャーペンのノックができるパーツになっています。上下するようになっていて、なのでホックパーツをね下に引っ張るとシャーペンのフックも一緒に下がってきてしまって取り外しがねちょっとしにくいです。実際にかけてみるとかなりね存在感がすごいですね。3色ボールペンプラスシャーペンをネックストラップで持ち運べたらすごいね楽なのになぁと思ってはいるんですけど、ちょっとねもはやストラップ部分に直接かけた方が目立たないかもなぁという感じ。思ってたんとちょっと違いました。ただね、本体は軽いので首に下げている感じでは全然違和感はありません。ロディアのスクリプトボールペン同様にボールペンとメモ帳が当たって動くのがやっぱ気になるかなという感じかな。最後はペンテルのエナージェルインフリーを試してみます。スルッと引っ掛けることができました。いいですね。フックと本体の隙間もしっかりあるので浮く感じもありません。で取り外すときはね多少力は必要ですが、ホックパーツを傷めるような強さではないですね。で実際にかけた時も本体がクリアボディでシンプルなので悪目立ちはしません。ボールペン本体はスクリプトボールペンとか4ファンクションズペン同様に長いタイプなんですけども、しっかりとねホックパーツに刺さっていて安定しているおかげかメモ帳とぶつかる感じもないので壊れにくそうです。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。
というわけで一緒に使うのにおすすめのボールペンはこちらの2本となります。ユニポール 1P の方、右手の方は取り付けと取り外しが比較的この中ではしやすくて、本体も軽いのがグッドポイントです。で、エナージェルインフリーは見た目のシンプルさとホックに取り付けた時の安定感がおすすめポイントです。にしてもね、ニットの毛玉が気になりますね。いつもね、アウター脱がないから全然気づかなかったです。で、最後にこの状態でね、1週間使ってみての感想ですが、デフォルトはね、斜め掛けの方が動きの邪魔にならないなと思ったのと、あと首が疲れにくい。見た目も目立たなくていいかなと思っています。ダッシュするときもいい感じ。なんでこんなにね、走る前提の実験をしているのか。時間にね、余裕を持った習慣にしたいものですね。最後までご覧いただきありがとうございます。仕事やプライベートでメモ帳をね、よく使う方はぜひ首下げ式すごく楽だったので試してみてください。またねー。